皆さんこんばんは、ひまネイルです。チップの長さ出し方法のショート動画を最近載せたんですけど、今回は長尺動画でゆっくり解説しながら長さ出しをするっていう動画を撮っていきたいなと思います。ショートでは紹介しきれなかった使用アイテムについてやポイント、あとは皆様からいただく質問等にもお答えしながらしていきたいと思いますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。それでは動画スタート。ではですね、最初は消毒からしていきたいと思います。キッチンペーパーとかでもいいんですけど、私はシーインで買ったこのペーパーを使っています。ハート型で可愛いなと思って買ってみました。で、実際何でもいいと思います。で、アルコールをこういうボトルに入れてます。汚れがついてると取れやすくなってしまうので、汚れはしっかりと拭いておいてあげてください。ちなみにケアはもう終わってる状態です。使用アイテムについて長さ出しする順番でご紹介していきたいと思います。まず一番最初に私はこのネイル栄養剤を爪に塗っています。これは特にしてもしなくてもいいものなんですけど、オフするときに爪先の部分が結構持っていかれちゃうことがあって、それが結構悩みだったんですね。このネイル栄養剤を爪先だけに仕込むようになってから改善されたなっていうふうに思います。で、このネイル栄養剤はモスティブという韓国のブランドのものです。で、これ私はギフティングプレゼントでいただいたので、実際自分でお金を払って買ったものではないんですけど、9点に商品ありますので、気になった方は見てみてください。で、絶対これじゃないとダメっていうことはなくて、多分日本製のネイル栄養剤とかもあると思います。ちょっと9点で見る価格が少し高かったので、全然これじゃなくても大丈夫です。ただ、韓国の焼酎っぽいビジュアルがとても可愛くて、持ってるだけでテンションが上がるので、ちょっと今月余裕があるかなとか、ちょっと机の上可愛くしたいなって方は買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。実際塗っていきたいと思います。マネキュアみたいな感じですね。匂いはちょっとあります。というのは、ほんまにこのくらい。5分の1ぐらいですかね、範囲としては。これを全部の爪に塗っていきます。やったことないんでわからないんですけど、多分塗りすぎるとほんとすぐ取れちゃうと思うので、このくらいの範囲がいいんじゃないかなと思います。これはランプで固めるものじゃなくて乾かすものになるので、30秒から1分ぐらいで動かしたり風に当てたりして乾かします。乾かしてる間に次使うものを紹介するんですけど、私は、ピールオフジェルを爪全体に塗ってます。00のピールオフベースジェルを使用しています。これも韓国のブランドのものです。SNS でも結構よく見るんじゃないかなと思います。で、これを爪全体に塗ります。で、ランプなんですけど、主に使うのはこちらのネイルタウンさんのコードレスタイプの UV ライトを使用しています。ここに電源が出てるので、ここでオンオフ切り替えて、で、ここに充電器を挿すところがついてます。で、液晶がついてるので、時間を変えることもできますし、お客様に使われる方とかだったら、ここを押して表示時間とか変わったりしますね。ただ私みたいなセルフネイラーには特に関係ないんですけど、これを押したらもうずっと光るモードと、手を入れたら
ライトがつくモードがあります。私はこの手を入れたら作動するモードをよく使用しています。これはコードレスなんですけど、有線のタイプもあります。私はネイルする時とか机の上が結構散らばっちゃうタイプなんですけど、線があるとなぎ倒されちゃったりするのがすごくストレスだったので、充電式のコードレスのものを使用しています。で、結構1万6000ぐらいしたので、これからセルフネイルを始めるよとか、まだそんなにお金かけなくてもいいかなっていう方はもうちょっと安めのものでもいいと思います。最近だったらダイソーとかの100均とかでも UV ライト500円で売ってたりするので、それでも十分かなと思います。ではピールオフジェル塗っていきます。昔は真ん中だけ塗って端は塗らないっていう感じでしてたんですけど、全体塗ってもちょっと上達したのか、こんなすぐポロって取れなくなったので、今はもう全体的に塗ってます。際までしっかりと塗っていきます。こんな感じでしっかり塗っています。他の爪も塗っていきます。全部塗り終わりました。で、全部塗り終わったらライトでしっかり硬化していきます。次使うのがチップなんですけど、最近私のヒットチップがこの VIC ジェルプラス、ビッグジェルプラス、ちょっと読み方わかんないんですけど、これも韓国のブランドのものです。今までに日本のものも使ってきたんですけど、今のところこのブランドのものがすごく良かったなっていう印象を持っています。何が良かったのか何が違うかったのかっていうと、めっちゃ軽い気がするんですよね。めっちゃ軽くて薄くて爪に馴染みやすい。なので爪につけやすい。これはでもそれぞれの爪のカーブにもよると思うんですけど、私は結構カーブが緩いタイプの爪をしてるんですね。前にシーインでチップを買ったんですけど、このチップは結構カーブがきつくてちょっとつけづらかったです。なので私はカーブが結構急だよとかの人にはこのチップは合うかもしれないんですけど、カーブが緩やかなタイプの爪の私にはカーブがあんまり急じゃないタイプのチップが良かったです。で、いつも動画でピールオフジェルを塗ってからチップを選んでてしてるんですけど、で私いつも順番を逆にしたらよかったなって思うんですよね。やってからチップをサイズ当てて自分のサイズに合うものを選んでからピールオフジェル塗ってってした方がやりやすいかなっていうふうに思います。このチップほんといいので、皆さんよかったらチェックしてみてください。概要欄に9点の、商品ページの URL 載せておきますので。ではサイズを見ていきます。実際にチップを爪に当てて、自分の爪のサイズに合うものを選んでいきます。0、1、2、3、4、5、5、6、6、7、8、9っていう風になってます。多分平均的なサイズのものが他のものより多く入ってます。数字がちっちゃくなるほどチップの大きさもちっちゃくなっていきます。一個一個当ててって大きすぎず小さすぎない自分の爪のサイズに合うチップを見つけています。ピールオフジェルが未硬化ジェルが出るタイプなので、最初にチップ探しておくのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。でちょっとサイズ合うのないなー
って時は、今までの取ったチップは結構根元近くからしてたんですけど、これだと爪のサイズよりちっちゃくなっちゃうんですね。でこれを爪先の方にスライドさせるとサイズがいけたりするので、そういう風に調整する時もあります。でその時は他の長さに揃えてチップをカットするようにします。そしたら次使うのはベースジェルとハンディライトになります。ベースジェルはこれも00のものを使ってます。これはチップを装着するのにすごいちょうどいいテクスチャーです。こういう風に結構こうもったりしてるんですよね。で長さ出しするときにやると便利なのがこういったハンディライトになります。これも私は00のものを使用しています。でこれも9点には売ってるんですけど、そこまですぐめっちゃ高いっていうものではないんですけど、すぐ買おうってなるような値段でもないので、別にこれじゃなくても大丈夫です。ただ可愛いのであったらモチベは上がります。私がこれを使い出す前に使っていたのは、これは、ネイルスタイルっていうところのハンディライトです。ちょっと今充電がないんでつかないんですけど、このボタンを押したらライトがつくっていうものになります。これも充電式です。あると便利です。これは3000円もしなかったんじゃないかなっていう感じですね。これを買うより前に使ってたのがこれです。これは多分ネイル用ではないんですけど、こういう充電プラグに挿して電源がつくとここから光が照射されます。私はタコ足のこういうのにつけて、でそれが電源オンオフ手元でできるタイプのものだったので、長さ出しするときに電源つけてっていう風に使ってました。これはセリアで買ったので100円プラス税込みです。あと100均でもこういうタイプの、ちょっとビジュアルは可愛いっていう感じではなくなるんですけど、100均でも売ってるのでそれでも大丈夫です。ただ長さ出しするときはこういう台がついてるものがすごい便利かなっていうふうに思います。でなかなか100均でこういう台がついてるやつっていうのがないので、そういう台を DIY しようかなって考えたこともあったんですけど、どう作ったらいいのかわからなかったのでそれは断念しました。最近シーインとかでこういう台がついてるライトも売ってるので、よかったら見てみてください。はい。いや、ちょっとランプの説明が長くなってしまったんですけど、今回私はこの00のものを使用していきます。この00のものは台にこうつけることもできますし、離して使うこともできます。ここに充電コード挿すところがあるので充電します。充電ができているときはここのオンオフのところが赤色に光ります。使うときはオンにして、この黄色のリングのところを押すとライトがつきます。便利ですよね。セットして置いておきます。でジェルをチップに乗せていくんですけど、さっき人差し指のチップがちょっと自分の爪のサイズより大きくて、このままだとジェルが皮膚についてしまいそうなので、ちょっとだけカットしたいなって思います。合わせてはみ出そうなところをパチンパチンと切っていきます。はい、これで大丈夫そうですかね。形は後で整えるので、今は全然このままでも私はいいかなって思うタイプです。ではジェルをチップにつけていきたいと思います。ここで一つポイントなんですけど、ジェルをチップにのせて爪に優しく押さえつけていくんですけど、ジェルがこんもり乗っててしまうと押し付けた時にこっからはみ出てくるんですよね。で段差がポコってできちゃうので、それが結構ブサイク
やし、後で形整えるときめんどくさいので、ジェルはつけすぎないようにしてます。で、あと、この際にこう近づけすぎると、ジェルがはみ出た時に皮膚についてしまう恐れがあるので、それを避けるために私は少し離してチップをつけるようにしています。この質問はちょいちょいいただきます。疑問が解消されてたら嬉しいです。昔は結構こんもり乗せてたりしたんですよ。なんかそれこそサイズが合わないチップを使ってる時とかこんもり乗せてその空洞を埋めるというか、そういう風にしてたんですけど、このチップは自分のカーブに合うのでその必要はあんまりないかなっていう風に思います。乗せて優しく空気を抜くように密着させて、このまま持ってって電源つけてライトを当てる。こんな感じでチップがつきました。あんまり段差目立たないの分かりますか？ちょっとあるんですけど、これは後で埋めていくので大丈夫です。で、私の指で見てもらったら分かると思うんですけど、右手の中指がちょっと曲がってるんですよね。こっちも若干曲がってて、このままこの向きに合わせてチップをつけてライト当てちゃうと、こっちの指はこっちに生えてるんで爪もこっち向くんですけど、こっちの指の生え方がこっちに向いてるんで、左側に向いてるんで、なんかこう揃わない感じになっちゃうんですよね、私の指って。そのちょっと指がまっすぐじゃなくて曲がってしまってる方はチップつける時の向きに注意した方がいいんじゃないかなって思います。なんで慣れてきたらこういう風に構えてまっすぐになるようにちょっと右向きにしながら当てるとかするのがいいんじゃないかなって思ってます。中指もつけていきますね。この向きのままつけるとこうなるんですよ、爪が。難しいんですけど、ちょっとだけ右に向くようにつけて、空気抜きながら押し付けて、ライトつけて、光をどう揃ってるよね。どう揃ってない。若干上に向いたかな。結構全部つけ終わりました。で、ハンディライトでは仮効果の状態だったんで、一回大きいライトでしっかり効果しておきたいと思います。ハンディライトはこの後も使うので、片付けないで置いといてください。で、次に使うのが、こちらも00なんですけど、別にどのタイプのどのブランドのさんのものでもいいと思います。ノンワイプのタイプのものがこの作業には合ってると思います。ただ粘度がすごい高すぎるものよりかは普通にレベリングしてくれるタイプのものの方がこの作業がしやすいです。で、どの作業かっていうと、チップの裏側にジェルを塗っていきます。なんでジェル裏に塗るんですかっていう質問をよくいただくんですけど、例えば今回で言うと小指なんですけど、チップに塗ったジェルが押し付けたことによってちょっと出てきてるんですよね。さっき使ったジェルっていうのは未硬化ジェルが出るタイプのものなので、このまま放置してるとここに汚れがついちゃうんですよ。あとは曇ってきたりとかするので、それを防ぐためにノンワイプタイプのものを使用するっていう役割と、あとは透明感を
キープするっていう意味合いのものと、あとはカーブが合わないチップを使った場合とか、ちょっと隙間ができちゃうんですよね。なんでそれをこの作業で埋めることができます。で、これも皮膚にジェルがつかないように注意していきたいところなんですけど、こういう際の部分はハケで塗るのは難しいので、できたらライナーブラシを使って塗っていくのがいいと思います。皮膚を引っ張って隙間にジェルを満たしていく。裏からも表からも見て隙間がなさそうだったらハンディライトで仮硬化しておきます。っていう具合で他の爪の裏もジェルを塗っていきます。はい、すべての爪裏にノンワイプトップジェルを塗布することができました。で、次はこのチップと地爪の間にできた差埋めて表面をフラットにしていきたいです。で、その時に使用するのがテクスチャーが重めのものの方が作業しやすいので、サラサラのものより重めのものを使っていただきたいなと思います。で、この作業はライナーブラシを使用します。ベースジェルをパレットに取って、ライナーブラシに取って、チップが乗ってないところ、地爪の部分にベースジェルを塗っていきます。この後にベースジェルで一回覆うんですけど、時間ないしとかちょっとめんどくさいなって方はこのライナーブラシでする作業は省いてもらっても、そこまで大きな問題はないかなっていうふうに思ってます。より取れにくくしたいとかフォルムをきれいにしたいなって方はこの作業してもらうのがいいんじゃないかなと思います。で、皮膚の方に流れないようにこれもつどつど動かしてあげてください。薬指は塗る範囲が多くなってしまったので、細かいところだけ埋めて、あとは一気に手で塗るっていうのでも全然大丈夫です。とにかくボコってならずにフラットになっていればいいと思うので、埋め終わりました。埋め終わったらさっきもお伝えしたんですけど、一気に爪全体を覆っていきます。なんで最初に使ったベースジェルと覆う時のベースジェル変えてるんですかっていう風に DM で質問をいただいたんですけど、変えないといけないって理由がなくて、こっちがちょっと高いんですよね、00の方が。で、このネイル工房の方は半額セールの時に買ったっていうのもあるんですけど、500円ぐらいで購入したんですよ。で、使う量が覆う時の方が多くなっちゃうので、コスパのことを考えて爪全体を覆う時はこちらを使ってます。このジェルもすごく密着力が高いので、チップつける時に使うのでも全然大丈夫です。このジェルは本当にお気に入りです。しっかり根元までジェルを持ってって全体的に覆ってあげます。で、皮膚につかないように気をつけます。で、ジェルアレルギーの原因になる成分がヘマっ
っていう成分らしいんですけど、そのアレルギー成分をなくしてるジェルっていうのも最近は売ってるみたいなので、皮膚につくのが心配やなっていう方はそういうアイテムを使うのもいいんじゃないかなって思います。ネイル工房さんのクリアジェルタイプのものから出てるので、よかったらチェックしてみてください。はい、これ仮効果まで終わりましたので、一気に硬化していきたいと思います。はい、硬化し終わったらこんな感じです。うるうるのちょっと長めの爪ができました。で、形とか別に整える必要がないよって方はもうこのままデザインに移ってもらっても大丈夫です。ちょっとここのバリが気になるとか、ちょっと形整えたいんやけどって方はジェルクリーナーで未硬化ジェルを拭き取ってあげてから形を整えてあげてください。この入れ物はダイソーかセリアか100均で購入しました。中身はプチプラさんの、ジェルクリーナーを使用しています。爪を削ったりするときはダストが出ちゃうのでキッチンペーパーを敷くことをお勧めします。でこういうウッドファイル私は使用してこういうバリを取ったり、長さを結構縮めたいっていう場合は爪切り使用して長さカットしてあげたりもします。爪裏にトップジェルを塗っておくことでチップを削った時のダストもつきにくくなるので、そういう利点もあったりします。で調節が終わったらダストがついているのでアルコールでしっかり取ってあげてください。はい、ちょっとトップコートを塗ってみました。仕上がりはこんな感じです。結構丁寧にゆっくり解説してみたので分かりやすかったんじゃないかなと思うんですけど、もし分からないこととかあったらコメント欄やインスタグラムやってるのでそちらの DM でご質問いただいても大丈夫です。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になったよ、よかったよって思ってくださった方はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。